いつも動画を見てくれてありがとうございます。有馬ックスです。2025年10月22日の本日ですね、ついにサムスンがスタンドアロン XR ヘッドセット Galaxy XR を発表しました。サムスンは Google とクアルコムとタッグを組んで Android XR プラットフォームを初めて採用。しかも AI はこの Gemini ね、つまり Google の AI が動く XR デバイス、それが Galaxy XR なんです。今回は発表された Galaxy XR の特徴、こちらをね、私なりに噛み砕いて説明していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。まずですね、発売情報からお伝えしたいと思います。現時点ではアメリカと韓国でのみ発売中となっています。価格は本体が$1799で、専用コントローラー、こんな感じのね、VR 用のコントローラーみたいなものは別売りで$250となっています。残念ながら日本発売はまだ発表なし。ただ、日本でもね、展開するんじゃないかなとは思ってるんですけど、ここら辺どうなるかね、引き続きウォッチしていきたいと思います。スペックですね、スペックの方を見ていただきましょう。スペックはこんな感じになっておりますね。チップセットはスナップドラゴンの XR プラスの Gen2、メモリは 16GB、ストレージは 256GB、ディスプレイは片目 4K のマイクロ OLED、リフレッシュレートは最大 90Hz、視野角は水平109度、垂直100度、センサーカメラはパススルーの2機、トラッキングに6機、アイトラッキングに4機、あと振動センサーなんかも搭載しているということで、フェイストラッキング、アイトラッキングとか、トラッキング系もね、すべてこれ搭載しているという、かなりね、全部乗せな感じがしますが、視野角とか、そのあたりについてはやっぱ平均的な、パイマックスとかみたいに、すごい視野角が広いとか、そういうわけではもうなく、今できるスタンダードな最高系のね、形のヘッドセットと捉えていいんじゃないかなと思います。バッテリーはちなみに外付けで2時間駆動になってるんですけど、充電しながら動くこともできるそうですね。ここまで聞くと、確かにね、最新世代ではあるんですけど、ハード面での、特別な驚きっていうのは少ないのかなと思います。ただしね、バランスで言うと現状最高峰クラスのバランスのヘッドセットになっていると思います。ハード面でのそんな驚きは少ないんですけど、じゃあこのヘッドセット何に驚くのかといったら、このマルチモーダル AI プラス Android XR プラットフォームを初搭載したデバイスということですね。マルチモーダル AI って何なのっていうと、例えば写真、映像、音声、テキストとか、こういった異なる種類の情報を同時に理解してくれる AI のことを、マルチモーダル AI っていうみたいなんですけれども、つまりこの Galaxy XR では、XR 空間で見ている映像や文字に対して、そのままね、Gemini に質問できて、その質問をもとに、そのまま Gemini がね、いろんな回答をしてくれるんですね。例えば、これ実際デモの中でもあったんですけど、地図でね、目の前の街並みを見ながら、近くに美味しいピザ屋はあるって聞くと、近くにこういうピザ屋さんがあって、そのお店はここにありますっつって、その地図上でね、こうピンを出して、お店の名前を出してくれたり、あるいはね、そういう目の前の資料を見ながら内容を要約してもらったりだとか、YouTube で見ている映像のこの建物何って聞いたりみたいな、そういう対話型のね、XR 体験が可能になるということなんですよね。これがGalaxy XR が持つ本当の革新性、デバイスとかハード面とかではなく、この体験が Galaxy XR が持つ本当のね、革新性かなと思います。スペック単体ではなくて、AI と OS のこの統合レベルがね、このあたりが次元がね、今までのものとは違っているというところになるんですよね。あとが私が思うこのヘッドセットの強みとしては、やっぱりね、Google サービスとの連携力ですよね。新しいことができるということも大事なんですけれども、これまでできてきたことが全部できるというようなところもあると思うんですよね。例えば、Android アプリは全て使えるっていうことなので、Android スマホでやっていたことが、そのままね、空間コンピューティングの中で動くというイメージをしていただければいいと思います。Android XR 専用のアプリというものも、リリースされて、今まであったようなアプリをイマーシブな空間で使えるとか、3D 空間の中で使えるとかいうような、Android XR に最適化されたアプリっていうのも今後どんどん増えていくと思います。XR デバイスで、どうしてもこの新しい UI とか操作に慣れるのが大変なところなんですけれども、この Galaxy XR っていうのはすでに慣れた世界ね、Android アプリの中ですでに慣れた世界をそのまま持ち込める、こういうところがね、本当に強いところなのかなと思いますね。あとこの発表会の中で特に私がこれもいいなと思ったのはですね、空間写真とか空間ビデオっていうのは、この XR 業界ではかなりスタンダードになってきたかと思うんですよね。もちろんこの Galaxy XR でもこのような空間写真とか空間ビデオを使えるんですけど、今回この発表会の中で
ですごいなと思ったのは、これ昔の写真ですね。昔の写真を AI でこうカラー化して、で、さらに AI で動画化する。まあ、ここまではあると思うんですけど、さらにこれを空間ビデオ化するみたいなことが、この Galaxy XR ではできるみたいなんですよね。もうこれやったら、昔の懐かしい場所の写真とか、懐かしい人の写真とかをね、もう本当にバーチャルで蘇らせるみたいな、まあ、極端に言うと、そういうような夢のあることができる。これも非常に素晴らしいなと思いました。で、さらにこの Android XR の専用のね、イマーシブビデオ編集アプリみたいなものもあったりして、こういうものでね、イマーシブビデオとか、空間写真、こういうものがどんどんね、さらに身近になっていくというような予感もしますよね。これも本当に素晴らしいことだなと思います。このヘッドセットの弱点って何なのかなって考えた時に、まあ本体とコントローラー合わせて$2000、まあ大体日本円にしたら30万ぐらいになっちゃうのかな。まあクエスト3が$499なので、まあ4倍ぐらいの価格差があるんですよね。まあここがちょっと課題かなとは思いますね。やっぱり一般のユーザーがすぐ30万だとすぐ手を出せるような価格ではないので、あえて言うならここが課題かなと思います。で、そう考えるとクエスト3ってめちゃくちゃ安いですよねっていう話になるんですよね。クエスト3本当にすごいよな。あと駆動時間が単体だと2時間程度ということで、まあ外部バッテリーを使えば延長できるとはいえ、まあ長時間の作業とかね、そこら辺にはちょっと不安が残るのかなと思いますね。あとはやっぱりこういう新しい XR デバイスは Android アプリには対応してるとはいえ、まあこのね、そのネイティブアプリといいますか、Android XR 対応のアプリとかね、ここら辺が最初は少なめになるのかなと思うので、この辺もね、やっぱりちょっと心配かなというような気がしますね。で、気になる方いると思うんですけど、Steam VR はできるのっていうところですよね。これ多分気になる方多いと思うんですけど、なんかね、このどうやら発表会の中とか、この記事を見てもちょっとね、明確にちょっと書かれていないというか、私が見つけられなかっただけかもしれないんですけど、もしね、わかる方いたらコメント欄にぜひ書いてほしいんですけど、PCVR モードに対応予定というようなところはなんとか見つけたので、あとね、Android 向けのバーチャルデスクトップがすでにね、このアプリストアにあるみたいなんで、多分ね、この PCVR モードには対応できるのかなと思っていますね。なので、まあ、このバーチャルデスクトップを介して、Steam リンク経由で、まあ、PCVR ゲームとかね、できる可能性は非常に高いと思います。というか、まあ、できると思います、多分。まあ、それで Quest 3とかとね、同じような使い方ができるようになるのかなと思いますね。まあ、ここら辺はね、実際実機を購入してレビューしたいところなんですが、ちょっとね、まだ日本で発売されてないので、まあ、どうしようかなというところですね。はい。ということで、本日は Galaxy XR をご紹介させていただきました。ここまで話してきてお分かりになったかなと思うんですけど、Galaxy XR はスペックだけではなくてね、AI と OS で勝負する、まあ、新しい XR デバイスだなっていう感じがしますね。まあ、現状の技術の集大成であり、まあ、現状できるね、ハードウェアスペックのすごくいいところをね、集まっているね、デバイスなのかなと思います。次の時代の XR デバイス、Android XR プラス Gemini の時代、このね、新しい XR の時代ね、これの幕開けを感じるデバイスかなと思います。Googleサービスにどっぷり使っている人ほど、このヘッドセットのね、価値をね、大いに感じられるのかなと思います。日本で発売するとはもちろん買ってね、実機レビューをやりますので、気になる人はぜひチャンネル登録しておいてください。それではね、また次回の VR ニュースでお会いしましょう。バイバーイ。